はい、どうも、ゆうすけです。ゆうまです。皆さん、自分のこと、頭悪いなとか、思ったことないですか？どうですか、ゆうまさん、ありますか？ちょっとあります。ちょっとあります。どう？正直に言っていいよ。正直に言うと、うん。あんまりないです。あんまりないそうです。はい。ちょっと演じちゃったんですけどね。そう。まあ、俺も全くないんだよね。うん。でも、実は中学生の時に、なんか、自分よりもすごい人とかに出会っちゃってね。うん。テニスとか勉強で。その時は、俺って才能ないのかなとか、頭悪いのかなとか、センスがないのかなって考えることはありました。俺もそういうのはあります。うん。そういう経験はあどんなります。経験だった？弓道やってたんだあけど、その弓道やってた時に、自分は結構遅くから始めたかうんうら、ん。周りとのレベルの差があって、その時、最初ちょっと伸びない時期があって、うん。その時は結構思った。なるほどね。うん。確かに、伸びない時期があると、本当に伸びるのかなって先が怖くなっちゃうもんね。ちょっとこれ向いてないかもなとうか。ーん。なんだけど、はい。実は、この考え方、最悪なんですよ。最悪なんですか？最悪なんです。で、逆に、俺いけるかもとか、うん。ちょっと自分に期待したりとかね、うん。俺は才能があるぞとか、うん。今は伸びてないけど、うん。いつかはうまくいくだろうとか、ちょっとポジティブな感じ。今度詳しく説明するんですけど、はい。この考え方をするだけで、人生180度変わります。そんなに？180度。うん。そう。はちょっと言い過ぎかな。い。言い過ぎ。でも、本当に変わるんだよね。そのことを話していきたいと思います。はい。お願いします。はい。で、ここでまずはじめに、はい。心理学のある研究でですね、うん。キャロルさんが提唱したのがあるんだけど、うん。マインドセット理論。マインドセット理論。マインドセット理論。かっこいいね、名前。かっこいい。で、その人によると、考え方には2種類あるらしい。うん。それが、固定マインドセットと成長マインドセット。固定マインドセットうん。っていうのは、固定って言ってるからね。生まれつき能力が固定されてる、決まってるとか。あ、そういう固定？そういう固定って意味で固定マインドセットです。うん。で、あと一つの成長マインドセットっていうのは、その逆ですね。うん。成長するっていうのを常に持ち続けるマインドのこと。それを成長マインドセットって言います。で、この提唱した人が研究したんですよ。実験して。で、その実験では、子供たちにね、勉強したら成績上がるよって。その人の能力って決まってなくて、うん。みんな成長できるんだよ。やればできる。知らんだろ。知ってますか皆さん。やればできるっていう日本のお笑い芸人がいるんですけど、でもそんな感じで、うん。そう、成長マインドセットを伝えたんです。生徒に。そうすると、その伝えてないグループよりも、伝えたグループの方が、テストの成績が高かったっていう。へえ。不思議じゃない？だって考え方だけだよ。そうだね。そう。別に勉強した内容とかは変わらず。そう、全く一緒。すご。これね、だって考え方が違うだけで変わるんだったらさ、うんやるしかないじゃん。お得に誰でもできるわけでしょ？うん。うん。はい。っていう研究があります。面白いですよね。面白い。で、この人、まだちょっとね、自信がなかったかもしれない。だからもう一回実験したんです。ああ、もう確実に。確実にこのマインドセット理論をみんなに伝えたくてね。うんうんうん。で、ある中学生のグループを対象にまたやって、で、内容は同じです。で、テストの成績を見ました。そしたらなんと、数学の成績が平均で10%から15%アップしたっていう。すごい、すごい。もうすごすぎて噛んじゃったけど、もうすごいんですよ、そんぐらい。すごい。すごい。変な日本語教えちゃいけない。そう、でも、すごくないですか？考え方だけで、数学とかさ、特にセンスとか若干出そうじゃない？そうだよね。うん。結構数学センスだよね。そう、センスとか結構いりそうじゃんね、解放で。だけど、考え方で変わったんですね。すげえな。これやるしかない。やるしかない。やるしかない。そして、逆にね、
頭が悪いって思っちゃう。この固定マインドセットを持っちゃうと、自分の行動に制限がかかっちゃう。確かね。めっちゃ納得するよね。納得する。これは。で、最終的に、挑戦とかね、しなくなって失敗が怖くなっちゃうんだよ。そう。でも、言われてみればめっちゃそうで、その、目標を高く持つ分には俺全然いいと思ってるんだよね。そう。だけど、なんか、みんなあるじゃん。夢を大きく持つのって恥ずかしかったりするけど、夢を持つのはさ、誰でもできる。いいことだよね。そう。で、成績が上がる。頭が良くなる。夢が叶えられる。やるしかないでしょって感じよね。そういえば、この間ゆうすけが上げてた動画で、日本語が話せる人と話せない人っていうのは、結局みんな話せる。まあ、要するに、その、自分で制限をかけてる。話せるか話せないか。それって、マインドセット。そう、マインドセット理論の話なんです。そう、皆さん見てない方は見てほしいんですけど、昔、私の動画で、話せるか話せないかって考えちゃうと、話せなくなっちゃうっていう話をしたんですよ。逆に、私はゆうすけですとか、好きな食べ物はリンゴですとか、結構簡単な文章だけど、それも話せてるっていう考え方もできるじゃないですか。これもマインドセット理論。そう、ゆうまが言う通り。素晴らしい。で、次の話は、自信の正体。自信とは何ぞやとなりませんか？なります。ね、だって、本当に本当に。オッケーオッケー。そう、自信って、ちょっと抽象的だよね。とか概念じゃん。そうだね。そう。だからこれを、ある方が研究したんです。で、この自信、ある言葉に言い換えられるんだけど、それが自己効力感。自己効力感。聞いたことありますか？ないです。自己肯定感はあります。自己肯定感。似てるね。似てる。そう、自己効力感は、ちょっと自信についての話なんだけど、1977年に、心理学者の、アルバートさん。この人がやった研究では、この自己効力感っていうのが、高い人ほど最終的に成功を収めるっていうのが分かりました。そうなの？そう。で、この自己効力感っていうのは、やればできるなんですね。まあ、成長マインドセットっていうのを持ってる人。これを自己効力感っていうんだけど、自分だったらできるよねっていうのを思ってる人ほど、不思議なことに失敗しても、だけどできるっていう思いがあるから、次に挑戦ができるんだって。なるほど。そう。だから、結局最終的には成功する確率、数学的にね、高いっていうのがもう証明されちゃってる。そうなんだ。すごいよな。すごいね。ね。まあでも確かに俺も、それもさっき言ったけど、弓道で、自分があまり成長できなかった期間の時は、その自信があんまりなかったんだけど、まあ気持ちを切り替えて、やったらできるだろうっていうマインドを持って、取り組んだら、結構、その後、いい成績を残して、一個上のね、ステージに。そういけた経験があるから、まあ確かにそれも合ってるね。自己効力感高いですね。そうですね。今本当にその通りだと思う。俺もなんだけど、テニスがね、大好きだったんだけど、下手だったんだよね。そう。最後の大会とか、1回戦敗退しちゃったんだよね。もう一番最初の予選で、1回戦で負けて、もう俺絶対才能ないなって、ちょっと思っちゃったんだけど、テニスが好きだったし、俺って夢がでかいから諦めなくて。で、それで、高校の時に、ちょっと強い高校行ってね、テニス頑張ったら、優勝しちゃったんだよね。熊本県で。まあ知ってるけど。知ってるけど。知ってるけどすげえ。そこでね、全国大会にも行ったりしたし、そういう自分の中ですごい大きい成果を成し遂げた。でもこれは、固定マインドセットをしてたら、多分俺は行動を制限してたし、頑張れなかったと思う。確かに。そこで諦めて、結局挑戦もしなかった。いや、本当にそう。だから、本当にマインドだけで変わるっていうのは、もう俺が体感したし、体感してると思うし、みんなも少しそういうのはあると思うから、それを
次は勉強にね、応用してほしいと思ってます。前頭前野がでかくなったらしい。プラシーボ効果って知ってる？もうね、これ俺が一番みんなに伝えたい。できないじゃないんだよ。まだできてない。できないじゃなくて、難しい。かっこいい